皆さんこんにちは。アリア CD の松本大輔です。今日も皆さんを音楽が歴史を動かしたあの瞬間へお連れしましょう。クラシック史あの瞬間。人は時に自分が何のためにそこへ向かうのかを知らない。1838年秋、ロベルト・シューマンはウィーンへ向かっていた。ピアニストになる夢は右手の故障によって閉ざされていた。作曲を続け、音楽雑誌を作っていたが、生活の見通しは立たない。愛するクララとの結婚も、クララの父親に拒まれていた。ならば、ライプツィヒを離れ、音楽の都ウィーンで新しい未来を始められないか。ライプツィヒで読まれている新音楽時報をウィーンへ移せないか。だが、音楽の都ウィーンは新参者に簡単には扉を開かなかった。出版社を訪ねた。有力者に会った。返事を待った。一月、二月。しかし、待ち望んだ返事は来ない。クララは遠く、計画は進まない。美しい街は彼に何も約束してくれなかった。自分は何のためにここまで来たんだろう。そんなシューマンには、ウィーンへ来たならどうしても訪ねたい人がいた。フランツ・シューベルト。小さな歌曲の中に人間の心のすべてを歌わせた作曲家。ただそのシューベルトすでにこの世にはいない。死んだのは10年前。その時シューベルトは31歳だった。シューマンはその音楽を深く愛していた。だが、シューベルトが残したものの全貌を世間も、そしてシューマン自身もまだその時は知らなかった。シューマンはシューベルトの兄フェルディナントを訪ねた。弟の死後、兄フェルディナントはその膨大な楽譜を守り続けていた。弟さんの楽譜はまだ残っているんでしょうか？あります。歌曲、舞曲、室内楽、書きかけの断片。そこにあったのは一人の作曲家が生きた時間そのものだった。シューマンは一冊ずつページをめくった。そしてある束の下から異様に熱い送付が現れた。1枚、10枚、50枚、めくってもめくっても終わらない。130ページに及ぶ一冊の大交響曲があった。それは後にグレイトの名で知られる交響曲破調調だった。歌曲の天才シューベルトがこんな途方もない音楽を書いていた。これは埋もれさせてはいけない。名誉のためではない。利益のためでもない。ただ、この音楽は世に出なければならない。シューマンは兄フェルディナントと相談し、この音楽を演奏してもらうために、その送付をライプツィヒへ届けることにした。包みはウィーンを離れ、ライプツィヒへ向かった。そこにはこの音楽を現実の音にできる人がいた。フェリックス・メンデルスゾーン、30歳。ゲバントハウスの指揮者だった。彼ならこの大交響曲を音にしてくれるかもしれない。メンデルスゾーンは送付を開く。数ページ進み手を止める。
目の前には空の椅子、まだ誰の楽譜も置かれていない譜面台。だが、メンデルスゾーンにはもうこの交響曲が鳴るホールが見えていた。シューベルトの死から10年。誰にも聞かれず紙の上に眠っていた音が初めて聴衆のいる空間を震わせた。シューベルトが書いた大交響曲を兄フェルディナントが守り、シューマンが見つけ、メンデルスゾーンが鳴らした。一人でもかけていたならこの音はまだ沈黙の中にあったかもしれない。その頃、シューマンはウィーンを去ろうとしていた。雑誌を写す計画は実現しなかった。新しい生活も手に入らなかった。彼は落胆していた。だが心のどこかにまだ名前のない明るいものがあった。もしかすると、あの交響曲を見つけるために自分はここへ来たんだろうか。その年の冬、シューマン自身もついにグレートを聞いた。ウィーンの暗い部屋で楽譜から想像した音、それが今、現実の空気を震わせている。これは本当に存在していた。自分だけに聞こえた夢ではなかった。そして、その音楽は今、シューマン自身へ問いかけ始めていた。その夜、シューマンは愛するクララへ手紙を書いた。君が私の妻であったなら、そして私もあんな交響曲を書けたなら。机の上にはクララの肖像、その隣にはまだ白い五線紙。二つの願いはまだどちらも叶っていなかった。1840年9月、クララはシューマンの妻になった。一つ目の願いは叶った。二つ目の願いはどうか。1841年1月、まだ冬のライプツヒでシューマンは一枚の五線紙に向かった。ペンは止まらなかった。かつてシューベルトは誰にも聞かれないままあの交響曲を書いた。しかし今、シューマンの背後にはクララがいる。白かった五線紙は新しい交響曲で埋め尽くされていった。あなた、これは交響曲だ。春の。式台にはメンデルスゾーン。客席にはシューマン。その隣にはクララ。シューマンの交響曲第一番春が初めて世界に鳴り響いた。もう一つの願いがついに叶った。ウィーンで望んだ未来は手に入らなかった。けれどそこでシューマンはシューベルトの音楽を見つけた。その音楽を次の人へ渡した。そしてその音楽から受け取ったものを今度は自分の音楽にして世界へ渡した。人は自分が何のためにそこまで来たのかを
その時には知らない。けれど、誰かが残したものを受け取り、次の誰かへ渡した時、その旅の意味が初めて明らかになることがある。